INFJ のあなたは何か問題の起きるとどうしようどうしようと頭を抱えて悩んでいませんか？でも ESFP のあの人は満面の笑顔で大丈夫、なんとかなるよと軽やかに言うんです。同じ人間なのになぜこんなに違うのか。今日はその違いを心の働きから分かりやすく解説していきます。この違いを知ると ESFP との付き合い方が劇的に変わります。お疲れ様です。会社員ひなたです。このチャンネルでは MBTI を通して皆さんの日々のなんでだろうと解き明かし、より良い人間関係を築くヒントをお届けしています。はじめましてなのだ。僕はずんだもんなのだ。今日はひなたさんの解説のお手伝いをするのだ。今日は INFJ vs ESFP 同じ刺激全く違う反応の徹底比較というテーマです。皆さん、職場や友達との関係でなんでこの人はこんな反応するんだろうって不思議に思ったことありませんか？実は INFJ の私たちが当たり前だと思っていることが ESFP には全く違うように感じられていることが多いんです。逆もまたしかりなんですよ。今日は5つの具体的なケースを通してなぜ INFJ と ESFP が異なる反応をするのか、その背景にある心の働きを詳しく解説していきます。この動画を最後まで見れば ESFP との関わり方が劇的にスムーズになるはずです。では早速見ていきましょう。まず突然の予定変更への反応です。楽しみにしていた予定が急にキャンセルになったという状況を想像してみてください。 INFJ 私の反応、なんで急に？理由を教えてください。私の頭の中では一瞬で混乱が起こり、すぐにどうやって立て直そうと考え始めます。せっかく立てた計画が崩れると心がざわついてどうすればいいか頭がいっぱいになっちゃうんです。まるで完成間近だったジグソーパズルが突然バラバラにされたような感覚です。計画をもう一度作り直して新しい道筋が見えるまでなかなか次の行動に移れません。この感覚めちゃくちゃわかる人いませんか？予定が変わるとまずなぜって理由を知りたくなりますよね。 ESFP の反応。やったのだ。自由時間ができたのだ。前から気になっていたカフェに行ってみるのだ。ESFP 代表のズンダモンは驚くほど素早く状況に適応してすぐに新しい行動へと移ります。まるで急に空き時間ができたことを宝くじに当たったかのように喜ぶんです。なぜこんなに違うのでしょうか？ INFJ は頭の中でこうなるはずという未来の地図を先に描くのが得意なタイプだから、その地図が崩れると目的地にたどり着くためにもう一度地図を作り直すのにすごくエネルギーを使っちゃうんです。一方 ESFP は今目の前にあるものを楽しむ力が強いタイプ。彼らは目の前で起きた変化を新しいおもちゃを見つけたかのようにすぐに前向きに捉えることが多いんです。ちょっとしたコツです。 ESFP に予定変更を伝えるときは理由プラス新しい提案をセットで伝えるとお互いストレスが減りますよ。変化って新しい発見があるから楽しいのだ。次は3時間の一人時間が与えられた時の反応です。 INFJ 私の反応。私にとって一人時間はまさに天国です。本を読んだり自分の考えを深く掘り下げたり、時には新しいアイデアを考えたりと静かに過ごすことに集中します。やっと一人になれた。この時間で自分の頭の中を整理しよう。これが私の素直な気持ちです。まるでスマホの充電器につながれたかのように心と頭がクリアになっていくのを感じます。むしろもっと一人の時間が欲しいなとさえ思ってしまいます。 ESFP の反応。つまらないのだ。誰かに連絡してみるのだ。何か楽しいことないのだ。 ESFP 代表のズンダモンは一人でいることにすぐに退屈を感じ始めます。数分も経たないうちに誰かとのつながりを求めて積極的に行動し始めることが多いんです。なぜこんなに違うのでしょうか？ INFJ は一人で静かに過ごすことで元気を取り戻すタイプ。まるで静かな図書館で知識を吸収するように内面を豊かにする時間が必要なんです。 ESFP は人と関わったり外から刺激を受けたりすることで元気を取り戻すタイプ。まるで友達とワイワイ騒ぐことでエネルギーの湧いてくるように人との交流が不可欠なんです。一人でいるとなんだか電池が切れちゃうみたいになるのだ。3つ目は仕事のやり方について批判を受けた場面です。 INFJ 私の反応。改善点として受け取ろうと思います。表面的には冷静ですが内心ではその批判について数日間考え続けてしまいます。本当にそうだったかな、他の人もそう思っているのかなと頭の中で反省が止まらなくなっちゃうんです。この感覚めちゃくちゃ共感できる人いますよね。夜中に思い出してしまって眠れなくなったり、相手の言葉の本当の意味を何度も考えてしまったり、時には言われた言葉を録音でもしたかのように何度も何度も頭の中に再生してしまうこともあります。 ESFP の反応。そんなこと言われたのだ。ひどいのだ。最初は感情的に反応しますが驚くことに5分も経たないうちにまあいいか次は気をつけるのだとまるで何事もなかったかのように切り替えてしまいます。なぜこんなに違うのでしょうか？ INFJ は
周りの人が自分をどう思ってるかをすごく気にするタイプ。まるで自分の行動が周りの人にどう影響するかを常に考えているかのように。だから批判を深く受け止めて自分を良くするためのヒントにしようと努力するんです。 ESFP は自分の気持ちや価値観を大事にするタイプ。自分の考えと違う批判はこれは自分のことじゃないって割り切ってあまり引きずらない傾向もあるんです。批判されても僕は僕なのだ。あまり気にしすぎると心が疲れちゃうのだ。4つ目は10年後のキャリアプランを考える場面です。 INFJ 私の反応。まず今の自分のスキルを調べて世の中の流行をチェックして5年後の中間目標も設定して私は細かく計画を立て始めます。もしもの時のためにいくつかの別のプランも考えておきたくなりますし、計画がはっきりしないと漠然とした不安を感じてしまうんです。まるで未来という霧の中に道筋を見つけようとする探検家のような気持ちになるんです。もしこの了解がダメになったら自分のスキルが古くなったらといった心配も同時に湧いてきます。 ESFP の反応。10年後。想像できないのだ。今が楽しければいいんじゃないのだ。その時になったら考えるのだ。遠い未来の計画にはあまり興味を示しません。彼らにとっては明日のランチの予定の方が10年後のキャリアプランよりもずっと現実的でワクワクするんです。なぜこんなに違うのでしょうか。 INFJ は頭の中で未来のパターンや可能性を見通すのが得意なタイプ。まるで未来の地図を広げて目的地までの最短ルートや途中の危険を予測するように。 ESFP は今この瞬間を感じる力が強いタイプ。まるで目の前の景色や音、匂いを五感で味わうように今を全力で楽しみます。遠い将来の計画は現実味を薄く感じられることが多いんです。計画を立てすぎるとなんだか窮屈なのだ。今を楽しめなくなっちゃうのだ。最後は大勢の人が集まるパーティーでの行動です。 INFJ 私の反応。私はまず壁際から全体の雰囲気を観察します。どんな人たちがいるかな、どんな話をしているのかなとまず情報収集から始めます。興味深い人を見つけたらその人と深く話すことを求めます。話す相手を慎重に選ぶため一人一人との深い会話を重視します。しかし気づけば2時間ほどでエネルギーがなくなってきてそろそろ帰りたいなとなってしまいます。まるでバッテリーが切れてしまうかのように車高の限界が来るんです。 ESFP の反応。みんな楽しそうなのだ。会場に入るとすぐに中心に向かい自然と人の輪の中心になります。音楽が流れればノリノリで踊り、ゲームがあれば積極的に参加し、まるでその場のムードメーカーのように振る舞います。終電まで居座る勢いでパーティーを全力で楽しむんです。なぜこんなに違うのでしょうか。 INFJ は選んだ少数の人との深い関わりでエネルギーを使うタイプ。まるで厳選されたワインをゆっくり味わうように深い会話を楽しみます。 ESFP はたくさんの人との交流や軽やかなつながりからエネルギーを得るタイプ。まるでフェスティバルの中心で音と光を全身で浴びるように外からの刺激で満たされるんです。パーティーは最高の充電なのだ。これまでの比較から明らかになったのは INFJ と ESFP の情報の受け取り方や考え方の癖が根本的に違うことです。 INFJ は頭の中でこうなるだろうと全体像を考え、みんなの気持ちはどうかなと周りを気にして深く考えてから行動に移す流れです。まるで未来の設計図をじっくりと書きその設計図通りに進むことを望む建築家のようなタイプです。 ESFP はまず今目の前で何が起こっているかを肌で感じ、自分はどう感じるかなと素直な気持ちを大事にして効率よく楽しめる方法を考える流れです。まるで目の前の食材を使ってその場で最高の料理を作り上げるシェフのようなタイプです。つまり INFJ が最も得意な未来を予測して深く考えることは ESFP が最も苦手なことです。逆に ESFP が最も得意な今を全力で楽しんで行動することは INFJ が最も苦手なことなんですね。だから理解できないことがあるけどそれはお互いの良いところでもあるのだ。今日の比較解説から INFJ と ESFP がよりスムーズに関係を築いていくためのヒントをいくつかご紹介します。1、20秒で目的説明具体的な行動1個の法則。 INFJ はつい全体像や背景を長く説明しがちですが ESFP にはまず今から何をやるかをシンプルに伝えると話が伝わりやすいです。例えば売上向上のために市場分析をではなくまずは競合他社のサイトを3つチェックしましょうのようにざっくりとした予定を共有する。細かく決まった予定ではなく午前中に会に午後は自由時間くらいのゆとりのあるざっくりとした予定を共有することで双方の特性を活かせます。3、伝えるときは行動と影響に絞る。 ESFP に何か伝えたいときはその人の性格やセンスについてではなく具体的な行動について短く伝えることは大切です。あなたって計画性がないではなく明日の資料今日中に準備できますかのようにです。4、お互いの回復時間を尊重する。金曜夜は賑やかに
日曜は静かに模様に互いの元気チャージの方法を理解して時間を使い分けることが重要です。ご連絡の取り方を工夫する。 INFJ は結論理由気遣い矛盾で、 ESFP は写真やスタンプを交えたテンポの良いやり取りを好む傾向があります。相手のスタイルに少し合わせるだけでコミュニケーションは格段にスムーズになりますよ。ひなたさんもたまにはなんとかなるのだって気楽に考えてみるのだ。今日の比較解説で明らかになったのは、 INFJ と ESFP の違いはダメなところではなく、それぞれの個性だということです。私たち INFJ は深く考える力があり、 ESFP には今を全力で楽しむ力があります。この違いを理解してお互いの個性を認め合うことで、もっと豊かな人間関係が築けるはずです。実際に私も ESFP 的な今を楽しむという考え方を取り入れることで、以前より気楽に過ごせるようになりました。今日の解説がすごくよく分かったという場面があれば、ぜひ高評価で教えてください。あなたの ESFP との体験談もコメント欄でぜひ共有してくださいね。うちの職場にもこんな ESFP がいますとか、私も ESFP から学んだことがありますとか、どんなエピソードでも大歓迎です。同じ INFJ として一緒に学んでいきましょう。次回は INFJ の常識を破壊する ESFP の謎行動6選をお届けします。今日以上に衝撃的な発見が待っているので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。次回も楽しみなのだ。みんなも見てほしいのだ。